皆さんこんにちは。今回は日本帰国編第2弾。日本と北欧ってこんなに遠いのと途方に暮れた乗り換え3回計30時間の旅をお送りします。2年半ぶりの日本で最初に食べる魔法の食べ物にも大注目です。ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。犬と私と北欧暮らしの夏子です。今回は私の日本に帰る一日を密着したいと思います。おはようございます。おはよ出発前に朝ごはん食べてます。ねえジュマ、ねえブライアン、バイ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 。 Can I get you kiss? ジュマ、キスのみ。ありがとう。じゃあねーではでは行きたいと思います。すごい霜が降りてる。これからヨハンが仕事に行くついでに空港の方に送ってもらいたいと思います。実は私すごく飛行機が苦手なのでできるだけ心を落ち着かせながら飛行機に乗ったりもう日本に向けて頑張りたいと思います。空港に到着です。バスかわいい。レインボーバスだ。ありがとう。Thank you for taking me here. Of course. じゃあね。And Good luck with your work. thank you. Good luck with everything. And Yeah. Take it easy, okay? Don't work too much. Yeah. Okay. またね。ここでヨハンとお別れ。スウェーデンと日本を一人で行き来したことはこれまで確か5回ぐらいはあるんですが、長距離移動が苦手な私は毎回不安でいっぱいなんです。今回の長期フライトはフィンエアということでフィンランドのヘルシンキ経由で帰るんですが、まずはストックホルムまでサスという航空会社で向かいたいと思います。少しルレオの空港をお見せしたいと思います。じゃじゃーん。ここにコーヒーマシーンと自動販売機があります。新しい自動販売機があったので少しだけ近づいてみたいと思います。お、出てきた。高い。自動販売機、これ持ってる。これとこれ買ってきたやつだ。コーラとかそういう系が36だから500円ぐらいですかね。でお水も多分それぐらいするからやっぱり高いですね。現金は受け付けてないのでカードで支払うっていう形になるかなと思います。でこのコーヒーマシンも同じようにここをねタッチするとこうやって出てきます。でコーヒー25クローナだから全然コーラより安いっていうね。でこの横には一応ねカフェみたいなものも一応あります。手荷物検査を終えてゲートに向かっているとこんなものを発見。私ウォーターボトル持ってるんですけど、それを入れれるお水が水道がありました。ちょっとここでお水を補給させてもらいたいと思います。Ready to start pre-order boarding for SK005 to Stockholm Arlanda. スウェーデン北部のルレオから首都ストックホルムまでは飛行機で1時間15分。朝のフライトということで朝日が眩しかったんですが、お天気に恵まれて全然揺れることもなくあっという間にストックホルムに到着です。無事に荷物が運ばれてきました。今回は航空券をルレオからストックホルム、ストックホルムから福岡という感じで別々に買っていたので、一度ストックホルムで荷物を受け取るという作業が必要でした。次のフライトは午後3時、11時20分頃に着いてまだまだ時間があったのでとりあえず休憩をしたいと思います。ちょうどお昼でお腹空いてるので自分で握ってきておにぎり食べたいと思います。こうなんか小腹空いた時になんかあったらいいかなと思ってここら辺も買ってます。なんか硬いサンドイッチみたいな。私の座っている後ろや上の方にもたくさんレストランはあるんですが、マックとかのチェーン店やカフェに入っても1500円ぐらい。
普通のレストランだと3、4千円はかかるかなという印象なので、今回はお昼を持参しました。ということで、後ろの方で荷物の方を預けることができました。あそこのね、列に並んだわけではなく、私はなんかセルフドロップバッグみたいな感じで、もう普通にスキャンするだけで並ぶ必要がなかったので、あっという間にできてよかったなと思います。ということで、これから私の後ろにあるこの飛行機に乗っていきたいと思います。私のバッグもね、ちょうど見えたので、ちゃんと積まれています。フィンランドに着いたら出国審査っていうのをしなくちゃいけなくって、スウェーデンから出るときは出国審査をせずに、宣言協定の中から出るとき、フィンランドから日本に行くときに、その出国審査があります。なので着いたらもうすぐ出国審査の方に走っていって、そしてゲートを探してっていう感じがね、結構パタパタかなと思っていて、家から出発してもう6時間ぐらい経っていて、私的にはヘトヘトなんですが、これから 90% 以上の飛行機の旅が残っているので、またいろいろアップデートをお伝えしたいと思います。今回は2列2列の4列のシートでした。このストックホルムヘルシンキ間は航路としてもめちゃめちゃ近くて、搭乗してから到着するまで1時間ちょっと、実際の飛行時間でいうと40分とか45分ぐらいしかないので、こんなに近いならストックホルムから日本へも直行便出ないかなといつも思っています。ということで、1時間も経たずヘルシンキ空港に到着です。到着したら出国審査をして次のゲートを探すわけですが、このヘルシンキ空港のいいところは、とにかく全てがコンパクトなこと。今まで乗り継ぎ時間が50分しかなかった時も一度も間に合わなかったということがなくって、あらゆるところに日本語が書いてあったり、日本人用のパスポートコントロールみたいなのもあったりして、簡単で素早く乗り換えができる私のお気に入りの空港です。あとはムーミン好きにはたまらないカフェやショップなども備わっています。これからこの飛行機に乗ります。この旅は多分13時間ぐらいなので結構長めなんですが、もう結構疲れたので一気に寝て、そして体力回復しつつ、明日の朝東京に着けたら嬉しいなと思っています。東京羽田行きご利用のお客様は、どうぞ手元に搭乗券とパスポートをご用意されまして、47番搭乗ゲートまでお越しください。距離的に言うと1万2000キロもあるんですね。ちょっと前までは9時間ちょっとでヘルシンキから日本まで帰れたんですが、最近はロシア上空を飛べないということもあり、1万2000キロの距離を13時間かけて進みます。これから出発です。飛びました。そして今回私がゲットした席は真ん中セクションの通路側です。まずはスクリーンからスケジュールをチェック。食事は合計2回で、実際にこの日の献立もチェックできましたよ。お食事の他にも飲み物もここで見ることができます。フィンエアに乗ったら必ず飲むブルーベリージュースの他にもいろいろな飲み物があり、お食事中は度数が低いアルコールは無料ということで、今回は飲まなかったんですが、いつか飛行機の中でも美味しいお酒が飲めたらなぁなんて思いました。スナックスも売ってる。小腹が空いた時用に。そして飛行機のお楽しみ、映画、そしてシリーズ、いろいろあるみたいですね。私は今回スクリーン自体を英語に設定しているんですが、日本行きの飛行機なので、もちろんスクリーンも日本語に設定することが可能で、客室乗務員の方にも必ず日本人の方がいるので、それだけでこの長い長期フライトも一気に安心できました。映画も洋画や邦画の純新作や新作があって、めちゃくちゃ魅力的だなと思う一方、私は個人的に飛行機の中で揺れたりすると
映画に全く集中できなかったり楽しめなかったりするので、事前に耳で聴けるポッドキャスト番組や音楽をダウンロードしているということが多いんですが、そんな中今回一番お世話になったのはこのミュージックのセクション。こんな感じでいろいろなジャンルがあって、機体が揺れてきつい時も余裕がない時も目をつぶって眠りたいなと思う時もずっと聴いていられるので、これは本当に最高でした。あと細かいところで言うと、古い USB と USB の C ポートが備わっていたので、これも便利でした。ディナーがやってきました。この日のディナーはマッシュポテトと赤ワインソースがかかったミートボールでした。キヌアのサラダには厚揚げみたいなのが入っていて不思議な味だったんですが美味しかったです。スプライトもらいました。映画見て楽しみたいと思います。夕食を食べたらあっという間に消灯時間になり、自分の席に戻ってゆっくり休むことに。次に目が覚めたのは7時間後。私は勝手に北航路で北極圏経由で飛ぶのかなと思っていたので、南航路だったことにまずはびっくり。もう中国を過ぎていて日本まであと2時間というところで、めちゃくちゃテンションが上がってきました。この日の朝ごはんはご飯クレープとハッシュドポテト、それにオレンジジュースと温かい紅茶もいただきました。ほとんど動かずずっと座っているので、正直体はバキバキなんですが、日本に近づいていると思うだけで元気が湧いてきます。本当にもうすぐです。本当はここから空港行きたいんですけど、ここから羽田に行ってこんな感じ。13時間の旅もいよいよ終わりを迎えます。2年半ぶりの日本、その感想はどうなんでしょうか。到着です。もう疲れた。なんだろうこれ。日本に到着したのがちょうど2時頃。福岡へ帰る飛行機が4時ちょうどだったので、 JAL のカウンターで荷物を預けていたところ、その向かい側で見つけたのがこちら。すごい、ディズニーの自販機見つけました。日本で最初の食事というかショッピングはこれです。もうめちゃくちゃ暑くて、みんなで長袖とか着てるけど、なんでこんなに平気なんだろうというぐらい私すごく暑いので、はい、今からアイス食べたいと思います。Good afternoon, everyone. Welcome aboard Japan Airlines Flight 225 to Fukuoka Airport. 羽田から福岡までラストフライトということで、いよいよ帰れるんだと実感が湧いてきます。福岡に到着です。めちゃくちゃ疲れました。もうこれからバスに乗らなきゃいけないんですが、お腹ペコペコなので何か先に食べようかなと思います。なので次は私が日本に帰ってきて一番最初に何を食べるか皆さんにお見せしたいと思います。福岡空港に到着したのが午後6時過ぎ。ルレオの自宅を出てから27時間ほどが経っていて、まだ一度もレストランに入ってゆっくり食事ができていなかったので、これから博多駅に向かい、私がずっと食べたかったあるものを食べたいと思います。福岡空港から博多駅までは地下鉄でたったの6分なので、あっという間に到着です。私がやってきたのは福岡や佐賀を中心に展開している地元のソウルフード、牧野うどんです。皆さんの中で食べたことがある方は少ないとは思うんですが、福岡や佐賀に遊びに来た方には絶対に試してほしい、食べても食べても減らないと言われるもちもちのうどんとして有名な牧野うどん。美味しそう。肉、ごぼう天、そして山芋が乗ってます。そして突き出し用のスープが入ってて、柏ご飯のセットです。
トッピングなど自由自在に選べるんですが、個人的にはカレーうどんや肉うどんがめちゃくちゃおすすめです。あと必ず麺の茹で具合も聞かれるんですが、やわ麺、中麺、片麺という風にあって、真ん中の中麺でも十分やわやわなので、このもちもちの麺をぜひ皆さんにも試してほしいです。ごちそうさまでした。美味しかった。量的にもすごく多くて、普通はねうどん1杯だけど、今回は欲張って柏ご飯も食べたのでめちゃくちゃお腹いっぱいです。ということで高速バス乗り場に着いたので家に帰りたいと思います。おはようございます。昨日は、ちょっと疲れて全然夜撮れなかったので、実家に帰ってきました。イエーイ。結局30時間かかってドアトゥドアで家の方に帰ってくることができました。朝ごはんを食べて今日歯医者に行ってきたいと思います。歯医者も5、6年ぶりなのでちょっとドキドキなんですが、スウェーデンでは行ったことなかったので、ちょっと普通に歯のチェックをしていきたいと思います。ということで1日目の朝ごはんいただきます。ご飯に豆腐、納豆に生卵、そしてお味噌汁いただきます。日本編これからもよろしくお願いします。ヘイドー。ベスティスメンバーになってくださった木野真由美さん、新しくメンバーに入ってくださった皆さんも本当にありがとうございます。